定年後、家族のために必死に貯めてきたお金。でももしそれ以上に価値があるものを私たちはすでに見落としているとしたら、今日は私たち男性も避けては通れない人生の本当の資産についてお話しします。人生の後半で可愛い孫に何かを残すことばかり考えていた女性が、逆に自分が与えられていたことに気づいた、そんな実話があります。可愛い孫に何も与えるものがないと日頃から負い目を感じていた私が、与えられるのは実は私だったんだと気づかされたのです。事実、シニア世代の多くがこんなことを口にします。孫の習い事の資金、家や土地など何も与えるものがない。収入は2ヶ月に一度振り込まれる年金だけ。貯金はゼロ。孫に何か買ってあげる余裕すらない。多くの高齢者が与える側でいなければならないと思い込んでいる。これを聞いて胸がズキッとしたあなた、それは異常な感情ではありません。今日はその理由を優しくでも深く紐解いていきますので、最後まで聞き流す感じでリラックスして聞いてください。あとチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。国立社会保障人口問題研究所の調査では、60歳以上の約 52% が次世代に残せるものがないと不安を感じているという調査結果も発表しています。あの女性はこう続けていました。私は団塊世代で定年退職まで必死に働いて子供を育ててきた。でも退職金はとうに使い果たしてしまい、家も古い。孫が来るたび何か買ってあげられない自分が情けなかった。これは特別な話ではありません。内閣府の高齢社会白書によると、70代の約 67% が孫への支援をしたいができないと感じていると回答しています。でもここから話は変わります。この物語の核心はここです。彼女は孫に何も残せないと悩んでいた。でも実際は孫に残すべきものは買い与えるものではなく、積み重ねてきた存在そのものだったのです。心理学者エリック・エリクソンの発達理論では、人生後期は生成性、つまり次世代への貢献の段階と言われます。多くの人がここをお金や物質的な貢献と勘違いします。でも本来の生成性とは、存在、時間、共感、知恵、安心感などの提供なのです。お孫さんが小学2年生の時、学校で書いた作文を読んでくれたそうです。僕のおばあちゃんはいつも話を聞いてくれます。面白いことを言っても笑いません。成績表を見せても怒りません。ただとうなずいてくれます。僕はそんなおばあちゃんが大好きです。その瞬間、彼女は涙が止まらなかったと言います。私は何もしちゃいなかった。でもあの子はちゃんと受け取っていたの。私は透明人間なんかじゃなかった。孫に与えることができるのはお金だけではない。私はあの子が安らげる環境そのものを与えていたんだ。あなたも一家の大黒柱だからと誰かの前でカッコつけてないですか？お金を出すことが自分の価値だと見栄を張っていませんか？でも実は今回のように、あなたの存在そのものが誰かの支えになっているケースがあるんです。ではどうすれば心が楽になるのか。答えは3つ。1、残すべきものの定義を変える。ものではなく、安心、時間、知恵、存在を意識する。2、孫と過ごす時間を評価しない、教えない、導こうとしない。ただ聞く、笑う、一緒に感じる。3、自分を与える側から解放する。受け取られていたことに素直に感謝する。この視点に気づいたシニア世代の多くはこう言います。人生で一番残したかったものは誰かに残すものじゃなく、誰かの心の中にすでに残っていた自分だったんです。
と。前室の彼女の孫の作文で流した涙は後悔の涙ではなく、救いと感謝の涙だったのですね。人生の後半は何を残せるかではなく、何が残っていたかに気づけるかで変わります。あなたの存在も誰かの中に優しく残っているかもしれません。もしあなたにも似た体験があるなら、ぜひコメントで聞かせてください。それはまた誰かの支えになります。このシリーズがあなたの心を軽くする小さな光になれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。